エンター。皆さんはそのとあのの違いが分かりますか？実は N1 を持ってる人もほとんどが間違えています。そのとあのの違いは距離ではないです。100年前の話でもその時なんです。100キロ離れた場所でもそこなんです。こんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法、何々があります、何々がいます、あそこに人がいます、ここに本がありますの文法です。何々があります、何々がいますのタメ口の言い方は何々があるよ、何々がいるよです。タメ口の時は助詞を省略する日本人が多いです。がは必要ありません。例えば友達が飲み物をこぼしてしまった時にティッシュあるよ、ティッシュがあるよじゃなくてティッシュあるよの方が自然な日本人っぽいタメ口です。友達がお店の中で困っていたら、あそこに店員さんいるよ、店員さんに聞いてみればのように、店員さんいるよ、店員さんがいるよのがは省略して大丈夫です。例えば旅行で友達とホテルに泊まった時に、友達が鍵を持っているか確認する場合、鍵がありますかは敬語なので少し変です。ではタメ口で質問するときは、鍵があるとか鍵はあるよりも鍵あるの方が日本人らしい言い方です。あれ鍵あるとか、あれ鍵どことか、タメ口の時日本人は本当に助詞を省略します。教科書の言い方だと机の上に鍵がありますなので、タメ口に直すと机の上に鍵があるよとか机の上に鍵があるです。ただ日本人は少し順番が違くて、鍵が先に来ます。鍵なら机の上にあるよ、こっちの順番の方が日本人らしいです。あと、鍵はどこにありますかと聞かれた場合、机の上にないという言い方をする日本人が多いです。これは日本人が断定口調を避けるという特徴があるからです。机の上にあると、ほとんど 80% 以上分かっていても、机の上にあるよと断定しないで、机の上にないって質問に対して質問で返す言い方、ちょっと曖昧な言い方なんですけど、曖昧って良くないことではあるんですけど、日本人らしい言い方ではあります。あえて断定をしないで曖昧な返し方をして、間違いを避けるような言い方を日本人はよくします。まとめると、何々があります、何々がいますを日本人らしいタメ口に直すと、ティッシュあるよ、店員さんいるよのようにがを省略することが多いです。教科書でよくある机の上にティッシュがありますという言い方は、ティッシュは机の上にあるよのように順番が変わることが多いので注意してください。質問するときも、何々がいますか、何々がありますかはタメ口だとがを省略して、好きな人いるのような言い方をします。最後にすごく重要な話があります。あのとそのの違い、皆さん分かりますか？実は N1 を持っている人のほとんどが間違えています。あのとそのの違いは距離ではありません。距離だと思っている人がとっても多いです。N1 を持っている人も距離だと思っている人が多いです。なぜなら教科書で距離と勉強することが多いからです。基本的に教科書は間違いではありません。ただちょっと日本人の自然な言い方とは違うもの、違う日本語になっているというだけです。でもあれとそれ、あのとその、あそことそこ、この違いに関しては教科書は間違っていると思います。距離ではありません。あれそれあのそのの違いは会話の中に入っているかどうかでイメージしてください。会話の中に入っていたらそれその、会話の外だった場合にあのあれになります。日本の有名な番組に
その時歴史は動いたという番組があります。歴史の話をしていたら、1万年前でもその時なんです。だから距離ではないんです。例えば日本から1万キロ離れた海の中に宝物があるという話をしていたら、本当にそこにあるのと聞きます。あそこじゃないんです。距離じゃないからです。会話の中にあればそこです。逆にさっき例で挙げたあそこに店員さんいるよは、店員さんがすごい距離としては近くにいても今まで店員さんの会話をしていなかったので、友達に店員さんに聞けばいいじゃんっていう新しい会話なので、会話の外の話なので、あそこに店員さんいるよって5メートルぐらいの距離にいてもあそこを使います。なので距離で考えるのはやめましょう。会話の中に入っていることか外のことかを意識すると、あれそれあのそのの使い方が日本人らしくなってくると思います。あれ見てとか、会話にない新しい情報を伝えるときにあれあのを使ってみてください。それでは今日の授業はここまでです。また次回お会いしましょう。エンター。